Fuji Network Sportoそして巻き込まれたアーバイン、後方のマシンも大混乱のクラッシュ。いやこれはひどいな。第一重版の提供でお送りします。恋のときめきしたこと忘れはしない。あの日のこと甘いメロディー聞きながらお互いにおかえりなさい。ドラゴンマンションの第一重版です。第一日本列島北南日英のある町の美しい朝です。今日もきっと素晴らしい一日が。応援します。中小企業日英。Good morning. Sun is rising and a new day is breaking. I can't really ask for more. 今日という日はこれで始まる。Good morning. 決して一人ではないこの街で、あなたのパートナーは誰ですか？ He's my friend. Good morning. 日英です。スーパーハイスピードテクノロジー by ドー。スタートから時速160キロまで4秒、そして2秒で止まる。そんな怪物と90分間戦うんだ。信じられるかい？今日完全燃焼。
バランスのいいビタミンカルシウム剤新ポポン S 錠。まるで 100m ランナーにフルマラソンをトップスピードで走れと命じるようなものだ。ルマン24時間耐久レース。人はマシンに過酷な要求をし、その代償にマシンは人に汗と頭脳を望む。進歩はそこから生まれる。スタッフィングミノルタ、人とマシンのいい関係。ミノルタ。今年もつわものたちがやってくる。世界頂点ライブ、シュトロエンのセバスチャン・ロード、フォードのマーカス・グロンホル、スバルからはペター・ソルベルグ、 WRC 世界ラリー選手権第11戦ラリージャパン。チケット好評発売中。ローソン店頭ロッピーにて。2021オートバックスーパー GT ラウンド1、まずは GT500 のスタート。さあキーパーエネオス、後ろからは au、 3台のスープラがまずはキーパーが間を保って、しかし au が前に出た。2番手エネオスが3番手にダウン。しかしもう一度抜き返そうとしているか。抜き返してエネオスが2番手にバック。ここは2番手争いが熱かった。その後ろは大体そうですね、後方はちょっと3台の3ワイドにも見えましたけれども、前はキーパーが速いな。もう後ろに差をつけています。さあ画面は2画面になりました。右側が GT300 クラスです。2021オートバックスーパー GT ラウンド 1GT300 クラスもスタート。まずはゲーナー、その後ろからは埼玉のスープラ、3番手がどっちかな、レオン、そして4番手にリアライズ GTR、 いやリアライズが狙っていく、リアライズ狙っていくが、ここは3番手はレオンがキープということになっています。静かなスタートになりましたね。そうですね、キーパーのね坂口選手もね、いいロケットスタート決めてくれましたね。はい、ちょっとトップ3台が抜けて少しデンソーが間を空けられている感じですね。ゼントが立川後ろから迫ってきます。その後ろのモデューロも来てますので、ここは少しペースが上がらない。さあ右側の300の方は相変わらずの3番手争い。レオンに対してリアライズがアウトサイドから来た、かぶせてきた。どうだ、ただ大きく回って、いや次は左コーナー、これは前でしょう。リアライズが3番手にアップ、抜いてきましたね。ここは藤波が見事にオーバーテイク。スープラが迫っています。その後ろもまた3番手争いも今サイドバイサイドが見えましたけれども、ここはなんとかキープしていますリアライズ。さあここスープラストレートの伸びはどうなんだ。 GTR も伸びてくるんですよね、光貞さん。そうですね、うわー伸びる伸びる。ただねスープラも結構ストレートスピードは速い側なので、はい、これ前半どういう展開になるでしょうね。あんまりこう激しくやりすぎると、それこそタイヤのね摩耗だとかライフを考えると、まだここはプッシュしきれないタイミングなんですけどもね。武藤秀樹アウトサイドからかぶせてくるがどうだ。こちらは牧野のダイソーの武藤秀樹。さあ今度はインを取った。スタンレー前です。これで12番手。松下のワルを抜いてきました。その後ろからはスタンレーとカルソニック。さあヘアピンはモデューロ、そして松下がインサイドから前に出るか。さらに ARTA が来た。いやしかしここは松下が前だ。そしてスタンレー武藤、さらに野尻が前に出た。いや野尻今よく見てましたね。ヘアピンでインからスイッチしてアウトサイドから、ここをねクラフトスポーツがいて、あこれは飛んだな、またパーツが当たりは今日開幕戦激しいですね。当たりますね。さあそして今度はクラフトスポーツを抜いた。野尻が平手を抜きまして、野尻選手今ちょっとスイッチ入ってますね。さあこれでまた順位を1つ上げました。さあさらにウェッツモデューロ ARTA アウトサイドから野尻一気にオーバーテイクしていく。うわここで一気に稼いでなんと10番手まで上がった。いややっぱり野尻選手ちょっと今スイッチ入ってます。9番手まで上がりましたね。
か入るぞ。あらこれイン巻きですかね。はい、1コーナーのインサイドなので、もう動きましたね。はい、さあこれを見たんでしょうか。情報を見て今これスープラは入りましたけど、ちょっと待って、ゲイナー入ってないですよね。入ってないです。ゲイナーは通過。さあセーフティーカーが出たら大変なことになります。高野この湯入った。レオンは入っていない。リアライズも入っていない。 ARTA は入った。キーパー入った。エネオス入った。はい、キーパーエネオス、ここの500のトップ争いも2台とも入った。33周目。さあその後ろはどうか。ここが判断の分かれ目になります。セーフティーカーが出るとここで入らないと非常に難しい状況になる。ただセーフティーカーが出なかったとしても、サッシャさん、サッシャさん、はい、ジローさんどうぞ。ピットはですね、ものすごい状況です。キーパー入ってきた。ダイブでストップ。エネスと同じタイミングでストップ。そうですね、もうまっすぐにせずに斜めに止めちゃいました。 ARTA は今500も300も同時に止めています。これが作業終わってですね、どっちがプッシュバックさせてうまく出れるかで、後ろからですね、どんどんピットルートをですね、300クラスの車なんか来てますからね。ここは埼玉も出たいんですけれども、エネオスが今前に、さあ後ろに引き出された。エネオスが前に出るのか。エネオスが今前に出た。これは結構キーパーようやく今後ろに下げられた。キーパーがエネオスにここでピットで抜かれる形になりました。キーパーストップ。キーパー前に出れない。キーパー前に出れない。英雄のが前に出た。英雄が前に出た。そしてデンソーも前だ。なんと英雄デンソーエネオス3台に抜かれる形になりました。キーパーチュールはダメージが大きい。松田、次をスロー走行ピットイン。さあこれ ARTA 滑ったのかな。単独で滑っ、いやそれでブータに当たっちゃった感じですね。そうですね、滑ったのが単独なのか、当てられて曲がっちゃったのか。そうですね。キーパー、さあキーパーとデンソー。キーパーが前か、平川前か、前に出た。さあこれで平川が3番手。中山一ずっと守ってましたが守りきれず。これがだから重要になってくるわけですね。そうですね。これで前とのタイム差は13秒4。もう一度オーバーテイクの瞬間です。思い切って入りましたね。レイトブレーキ。中山選手もフェアですね。そうですね、開けてますね。はい、スタンレーがこちらクラフトスポーツスタンレー山本直樹、ちょっとダートに落としながらも、さあインサイドに入った SG はどうだ。スタンレーが前か。スタンレー前だ。ウィリアムスコーナーで前に出た。さあ山田ある。千代抜き返してくるか。次は右コーナー、千代が前か。いやアウトサイドからかぶせてくる山本直樹。チャンピオンの意地で前に出た8番手。サイドバイサイドか。これはいいラインを取った坪井翔。インサイドが山下健太。坪井が前にいるように見える。次は右コーナーの、さあヘアピンはどうだ。インを守る山下健太。山下健太守るか。ここは意地です。もうなんか押し出すように止まりましたね。この争いはすごいですね。なんとかブロックをするアウトサイドから坪井翔。さあ坪井翔が前に出たか。前に出た。さあブレーキング間に合わない。これはレイトだ。グラベルだ。出れれば2位では戻れるけど。そうだ、15秒16秒後方です。2位では戻りましたけどね。でも勝負ですよね。そうですね、はい。ノーペインノーゲイン、リスクを取らなければ得るものもないというところで坪井も勝負出ましたけれども、今最終コーナーを立ち上がって2021年のスーパー GT 開幕戦岡山、2年ぶりの岡山制したのはルーキーレーシング初優勝エネオス山下健太、そして坪井、素晴らしいバトルで2位獲得。さあこちらは300。さあちょっと待って、オリベイラのペースが上がらないか。オリベイラのペースが上がらないか。どうだ。レオンが近づいてくる。そしてスープラもだ、ゲーナもだ。最終コーナー、さあここからの加速はあるのか。オリベイラなんとか守りきったか。リアライズ去年のチャンピオンが開幕戦をなんとか制しました。2位レオン、3位グリーンブレイブ、4位ゲイナータナックス GTR。The Clarion Challenge at Le Mans.
クラリオンはカーナビゲーション技術でルマン24時間耐久レースに参戦します。カーマルチメディアのさらなる進化のためにクラリオン。8台を楽しむ準備は整った。トップが入れ替わり、ちょっと今やったりスーパーハイスピードテクノロジー by Dawn. Safety car in, we go green in Rome as Stoffel Van Dorn plunges down to the bottom of the hill. The left-hander at turn 3 at Tre Fontana, and he hasn't exactly sprinted away from Andre Lotterer. Lotterer has stayed with him. Roland has dropped back a little bit. So Sam Bird on a mission straight away, started in 10th, and after 3 racing laps is up into 9th position. Andre Lotterer up the inside, and there's a crash. Andre Lotterer hits Stoffel Van Dorn, and Lotterer's got stuck in the barriers. Is everybody going to be able to make it through? There's a few contacts further back. Lotterer gets going again. Oliver Rowland, the race leader, is given a drive-through penalty for using too much power. That's a real shame for the Nissan team. Going head-to-head for the lead. Degrassi covers the inside. Verne goes to the outside. Surely no room around there. That was brave stuff from Lucas Degrassi, but Jean-Eric Verne's got the switch back into turn 8, thinks better of it. So the second place DS Techeetah driver goes through attack mode. He'll get extra power, but where is he going to come out? He's going to be side by side with Sam Bird in the Jaguar, and he holds the inside of Sam Bird. Lotterer is going to try and follow through on Bird. Now, this is the key part for Verne. He's in attack mode. He's got to try and, when he's in that full power, higher power mode, make the places back that he lost by activating it. Robin Freins goes for it. But did he miss the first? No, he got it. Wow. So Freins gets it, and De Vries activates it as well. Here comes Nick De Vries side by side with Sam Bird. There's a bit of contact as they come into Piazza JFK, but Degrassi does it now then. So he goes out wide, he'll lose the places. Verne retakes the lead of the race. As we see a pass for the lead. Robin Freins up the inside, going for the lead. Big lock-up from Jean-Eric Verne. Little puff on the left front as well from Robin Freins, but he's still in second place. Verne leading, Freins in second. Freins has got extra power for a few more seconds. Is he going to go for it? Coming down into turn 3. Forces Verne to the inside. Verne covers the inside. Can Freins get the cutback into 4? All of the time, Lucas Degrassi, with the more power in the Audi, is coming on the attack. Down into turn 4, and there goes Degrassi, comes out at the last minute and forces his way past Freins. Degrassi's up into second place. Nick De Vries, championship leader, gets up into 3rd spot, and Freins drops down the field. How many times can this guy hit me? And there goes Verne then. So Verne, instead of trying to fight that out with Degrassi, decides to take attack mode himself and try and climb up the order, and very late on the brakes is Stoffel Van Dorn. Push, window open. Close the gap to Degrassi, but it doesn't matter because Degrassi activates his attack mode and comes out behind Jean-Eric Verne. So once again, Verne has track position. Bird with a brilliant move up the inside of Robin Freins. Absolutely superb stuff from the British driver. Jean-Eric Verne, 0 points so far this season, and he goes for the lead. Verne for the lead, up into Piazza Gandhi, and he makes the move stick, and Degrassi whacks into the back of De Vries for good measure. Now De Vries still has an... Oh, and he whacks into him again! Bird to the outside. Oh, and he moves over and covers and closes the door. And there goes Robin Freins, up the inside of Pascal Wehrlein. Oh, late move by Sam Bird. Absolutely beautiful lunge. That's a bold one. Mitch Evans up the inside into turn 15 at the hairpin. That's the first time we've seen that overtake. Degrassi sends it. Degrassi sends it for the lead of 4.
and wow, gets it stopped. That's a superb overtake from Lucas Di Grassi to move into the lead of the Rome Prix. All the two Mercedes EQ drivers. Stoffel Vandoorne sends it on Nick De Vries at turn 4 at Nymphéo Park. De Vries was a bit caught out by that, wasn't he? He was like, oh, I'll cover, oh no. He's thought about defending. And there goes Bird. No, it's Di Grassi slowing. It's race leader Lucas Di Grassi slowing on the way up the hill in a big spin. And the two Mercedes collide. Vandoorne's in the wall facing backwards. They all had to take evasive action to avoid a slowing Lucas Di Grassi, and that surely will bring out the safety car with 4 minutes plus 1 lap to go. Here's a look at what happened, Dario. Yeah, absolutely. So what happened? Vandoorne hit manhole cover that was raised on the track, lost control. Not his fault at all. Watch the Mercedes. Did you see it hit? The wheels came off the ground. And round he goes. And Nick De Vries has quite a hard impact with it, the right rear on the wall. And Jean-Eric Verne wins the Rome Prix. End of the race. Yes. Yes. So we go green in Rome as the safety car comes in. Nick Cassidy leads the way. Norman Nato in the white and black Venturi is second. Then it's the other white and black car. The Porsche. Cassidy's round at turn 7. A spin for Nick Cassidy as he turns it around, coming down. And from the lead of the race, he's locked the rears, just like Felix Rosenqvist did in Hong Kong in season 4. And now suddenly it's Norman Nato leading the way. Cassidy on the radio blamed a software issue. He said he just touched the brakes and they fully locked. Oh, and there is Bird on the attack up the inside of Buemi down into turn 4. So it looks like he's dropping back, and then suddenly he's made up a place into 10th position. To the inside goes Nick Cassidy, and he makes the move, and there's the move for the lead. Verline ahead of Nato. The Porsche hits the front. Whoa, beautiful pass. Look at the rears. You can see Pascal Verline correcting the lock. And there's a bold one from Vandoorne, and I don't think that Nato saw him coming. That was a late one from Stoffel. And he goes again, down into the Marconi hairpin. He's got that feeling that he needs to catch up. Which is 17.5%. Oliver Rowland is the first to go through it and activate attack mode. He comes out just behind Nick Cassidy, who has got ahead of Muller. And then Rowland sends it up the inside of Cassidy. Cassidy in the wall. And Rowland just tried to make it 3. Did he mean to attack? Rowland goes for it again at the same corner and gets ahead of Norman Nato. Gunter goes for Rowland into turn 4 at Nymphéo Park. Now, here comes Nato. He is in attack mode and he's trying to get back ahead of Rowland as they go side by side, and Nato trying to be a little forceful there. This is what happened to Bird, so he sends it in on Muller at 14 and then gets past. Yeah, just too late from Sandberg. Locked the fronts up, and you see the result. Look at him, just late lunge, typical Sandberg move. It just, you can hear the tires chirping. Di Grassi's off. Di Grassi's got damage at the front and the front left as he hits someone. Sims is third, but there is race leader Stoffel Vandoorne in the Mercedes EQ car because Verline has activated his first attack mode then. Full course yellow, and big hit. So Di Grassi came across to cover and kind of came across the front of Buemi, who was in attack mode, and I think Di Grassi wasn't. And that's what pitched Di Grassi into the wall. That feels a bit racing incident-y to me. Well, I think what's maybe Di Grassi's block is a little too late. Lucas put a big block on Sebastian Buemi, and it looks like Buemi just said, I'm not having it. Oh, and there, Alexander Sims absolutely on it. Pascal Verline caught napping, and Sims is up into second position in the Mahindra. Really, really smart stuff. He's one of the cleverest drivers on the grid, is Alexander Sims. Here, meanwhile, is Nato and Gunter asking for trouble and getting it. Gunter just about getting past. Rowland fancies this one. Buemi is under attack from Da Costa. Da Costa in attack mode, taking advantage. No, Mitch. Oh, Evans sent it late in the day. They got away with it. It's so difficult to get past. You activate your fan boost, and there we go. Da Costa uses his fan boost, gets to the inside of Rowland, into Piazza Gandhi. Nato ahead of Verline. So Nato's taken third place away from Pascal Verline. Yeah,
The old-fashioned way, outbroke him on the inside. That was lovely. And dealing with those bumps and those manhole covers in the middle of the road. And here's the view from Pascal Verlin. You don't want to have him look to your left. There's a rocket Venturi. Oh, in the wall is René Rast. And that's coming out of turn 1, and he's squiggled his way into the wall there, and he's spun. Oh, there it goes. Yeah, it's crabbing. So yeah, wishbone broke because he's hit the wall quite hard, and he's hit the wall harder. He's having such a good race as well. Yeah. Safety car in this Safety lap. car Please respect the link. in this lap. Green flag, and there goes Van Dorn. Van Dorn leading in the Mercedes EQ as we come through the final corner at turn 19. Sims behind him, Nato is third, Verline Mortara, Gunter Evans to Costa third, and Roland the top 10. Mortara, oh, he's big out of shape, and he's managed to save it. Savor the seas of Renault Mortara, not savor the season here. De Vries, Bird and Roland wiped out. Watch on the left. Boof. Oh. Yeah, and he's already been hit. That is a bird sandwich. And Stoffel Van Dorn wins the Rome Prix. Redemption. Stoffel Van Dorn, the winner after 20.